皆さん、こんにちは。テック&テールズです。リハビリテーション医療大学生のためのプログラミング入門第5回よりは、Python 言語を使用した学習をスタートします。今回は、なぜリハビリに Python をテーマとしてお送りします。本日の学習内容は、こちらの通りです。まず、これまでに学んだスクラッチの学習を振り返ります。次に、スクラッチと Python の違いについて学び、なぜリハビリの現場で Python が役立つのか、その具体的な活用法を見ていきます。その後、実際に Python を動かすためのツール、Google コラボの準備をし、最初のプログラムとしてプリント関数で文字を表示させます。さらに、指則演算やコメントといった基本的な使い方を学び、プログラミングで初心者が陥りがちな間違いについても解説します。最後に、本日の内容をまとめを行います。ではまず、スクラッチの学習を振り返ってみましょう。皆さんがこれまで学んできたスクラッチで、プログラミングに興味は持てましたでしょうか。ブロックを組み合わせることで、直感的にキャラクターを動かしたり、簡単なゲームを作ったりすることができましたね。そして何より、もしならといった条件分岐や、を繰り返すといったループ処理など、プログラミングの基本的な考え方、つまり、論理を学びました。この論理を組み立てる力こそが、これから学ぶ Python においても最強の武器となります。それでは次に、スクラッチと Python はどのように違うのかを見ていきましょう。こちらの表をご覧ください。作り方は、スクラッチがブロックを組み合わせるのに対し、Python は文字、つまりコードを書いてプログラムを作成します。そのため、見た目もビジュアルなスクラッチと、シンプルなテキストの Python とでは対照的です。できることの範囲も大きく異なり、スクラッチが教育や簡単なゲーム制作に向いているのに対し、Python は Web 開発や AI、データ分析など、非常に幅広い専門的な開発が可能です。例えるなら、スクラッチがレゴブロックだとすれば、Python は設計図と万能な工具セットのようなものです。スクラッチで学んだ考え方を生かし、Python という実践的なものづくりのためのプロの道具をこれから学んでいきましょう。では、なぜわざわざ文字、つまりコードでプログラムを書くのでしょうか。それには3つの大きな理由があります。第一に、ブロックにはない、より複雑で細かい命令が書けるため、自由度が非常に高いことです。第二に、慣れてくると、ブロックを探すよりも早く効率的にプログラムが作れるようになります。そして第三に、Python は世界中の研究者やエンジニアが使っている共通言語、つまり世界標準であるという点です。キーボードで文字を打つのは、まるで魔法の呪文を唱えるようなものかもしれません。これから一緒に、その呪文を一つずつ覚えていきましょう。さて、ここからが本題です。プログラミングって、リハビリと本当に関係があるのと疑問に思うかもしれませんが、答えは、すごくあります。Python は、皆さんのこれからの臨床や研究を非常にパワフルにサポートしてくれる、最高の相棒、いわばバディになります。具体的な例を3つご紹介します。まず1つ目は、動作解析です。臨床現場で患者さんの歩き方をビデオ撮影し、前より良くなった気がすると感じることはよくあります。しかし、それだけでは客観的な評価が難しいのが現状です。そこで Python を使えば、マーカーやセンサーから得られる膨大なデータを読み込み、関節の角度や歩行速度の変化を自動で計算してグラフにすることができます。さらに、健常な歩行パターンと比較して、問題点を数値で明確にすることも可能です。これにより、経験や勘だけに頼るのではなく、データに基づいた客観的な分析が実現します。具体例の2つ目は、治療効果の可視化です。例えば、何か新しいリハビリ方法を試したとして、その効果が本当にあったのかどうかを客観的に示すにはどうすればよいでしょうか。Python を使えば、リハビリテーションの前後で測定した関節可動域や筋力などのデータを簡単に集計し、統計処理を行うことができます。これにより、偶然の改善ではなく、意味のある差だったということを科学的に証明できます。そして、誰が見ても効果が一目でわかるような、説得力のあるグラフを瞬時に作成することも可能です。卒業研究や学会発表の場面で、
自信を持って成果を報告できるようになるでしょう。具体例の3つ目は、AI、つまり人工知能との連携です。AI や機械学習は、Python が最も得意とする分野の一つです。リハビリ分野では、例えば MRI 画像から脳の活動領域を AI が分析して診断を補助したり、過去の膨大な患者さんのデータから、この患者さんが3ヶ月後にどの程度回復するか、といった未来を予測したりすることが研究されています。さらには、その患者さん一人一人に最適なリハビリのメニューを AI が提案するといった、個別化リハビリテーションへの応用も期待されています。未来のリハビリは、データサイエンスが当たり前の世界になっているかもしれません。では、これから Python を学習していくための道具を紹介します。それが、Google コラボラトリ、通称、コラボです。これは Google が提供しているサービスで、なんと無料で Python を使うことができます。一番のメリットは、自分のパソコンに何かをインストールするといった、面倒な作業が一切不要である点です。ウェブブラウザーと Google アカウントさえあれば、いつでもどこでもプログラミングを始めることができます。まさに、私たちのための魔法のノートと言えるでしょう。Google コラボラトリを始める手順は非常に簡単です。まず、Google アカウントを準備してください。次に、ウェブブラウザーで Google コラボラトリと検索するか、スライドに表示されている URL にアクセスします。すると、コラボラトリへようこそというページが表示されますので、そこから新しいノートブックを作成します。あとは、作成されたノートブックのセルと呼ばれる場所にコードを書いて実行するだけです。このように、とても簡単な操作で始められます。もし Google アカウントを持っていない場合は、先に作成する必要があります。Gmail を普段から使っている方は、すでにアカウントをお持ちですので、この手順はスキップしてください。アカウントがない方は、Google で Google アカウントを作成する方法などと検索し、表示される指示に従って作成を進めてください。それでは、実際にコラボを使ってみましょう。準備は簡単です。まず、ウェブブラウザーで Google コラボと検索します。次に、ご自身の Google アカウントでログインしてください。そして、ノートブックを新規作成というボタンをクリックします。さあ、皆さん、一緒に魔法のノートを開いてみましょう。まず、このようにウェブブラウザーの検索欄に Google コラボと入力して検索してください。検索結果の上の方に、コラボへようこそコラボ Google というリンクが表示されるはずですので、ここをクリックします。コラボのページにアクセスすると、このような画面が表示されます。もし Google アカウントにサインインしていない場合は、まずサインインしてください。サインインすると、ノートブックを開くというウィンドウが表示されますので、左下にあるノートブックを新規作成をクリックします。それでは、コラボを起動してみましょう。こちらの検索ボックスに Google コラボと入力します。エンターを押すと、このような検索結果が表示されます。この中より、コラボへようこそをクリックしてください。すると、このようなコラボの画面が表示されます。Google アカウントにログインしていない場合は、右上のログインボタンを押してください。以下画面の指示に従って、ログインを完了させます。すると、このようなノートブックを開く画面が表示されます。新規にプログラムを始めたい場合は、ノートブックを新規作成をクリックします。また、以前に作成したプログラムは、こちらに表示されていますので、ここをクリックして前のプログラムを修正することもできます。それでは、新しくノートブックを作成して、プログラムを開始しましょう。しばらく待つと、このようなコードを書く画面が表示されます。こちらがコラボの基本画面です。いくつか重要な部分を説明します。まず左上にあるのが、ファイル名です。ここでノートの名前を自由に変更できます。中央の入力欄が、コードセルで、
ここに Python のコードを書き込んでいきます。コードセルの左側にある再生ボタンのようなものが実行ボタンで、これをクリックするとコードが実行されます。また、テキストセルを追加すれば、コードだけでなく説明やメモを書き残すこともできます。コラボの基本画面を説明します。画面の一番上には、このノートの名前が表示されています。名前を付けていない場合は、このようにアンタイトルと名前が付けられています。ノート名を変更したい場合は、この部分でダブルクリックして、名前を自由に変更することができます。名前の部分が表示されていない場合は、右側のヘッダーの表示・非表示ボタンを押すことによって切り替え表示させることができます。こちらのコーディングを開始するか、と書かれた枠が、コードセルと言われるものです。こちらにプログラムを書いていきます。それでは、コードセルにプログラムを書いていきましょう。プログラムは、基本的に半角英字で書いていきます。例えば、プリントカッコ、ダブルコーテーション、ハロー Python と書いていきましょう。このコードを実行するには、こちらの実行ボタンをクリックします。あるいは、シフトを押しながらエンターキーを押しても実行することができます。すると、このように実行結果が下に表示されます。コードセルを追加するには、セルの下の部分にマウスカーソルを合わせると、このようなマークが表示されますので、コードをクリックします。すると、このように、セルが追加されます。コードとは、図に注釈を書きたい場合には、テキストをクリックします。すると、このようなテキストセルが表示され、いろいろな書式で注釈を書くことができます。例えば、Python の練習と書いてみましょう。すると、右側の画面に実際に表示されるテキストがプレビューされます。表示される文字の大きさを変えたい場合は、T をクリックします。こちらのツールについての詳しい内容については、別動画で紹介したいと思います。編集したテキストセルの実行は、別のセルをクリックすると、このように表示されます。セルの移動は上矢印で移動することができます。1回押すごとに1つずつ上に移動されます。Python は、プログラミングだけでなく、超優秀な電卓としても使うことができます。ここでは、基本的な指則演算の方法を覚えましょう。足し算はプラス、引き算はマイナス記号を使います。ここからが少し特徴的ですが、掛け算はアスタリスク、割り算はスラッシュを使います。数学で使うかけるや割るの記号ではないので、注意してください。それでは、実際に計算させてみましょう。プリント関数を使って、計算結果を表示させます。例えば、プリント10プラス5と書けば、15と表示されます。掛け算や複数の計算を組み合わせることも可能です。ここで重要なポイントは、計算させたい数字には、先ほどの文字とは違って、ダブルコーテーションをつけないということです。もし、プリントダブルコーテーション10プラス5ダブルコーテーションと書いてしまうと、計算されずに、そのまま、10プラス5という文字として表示されてしまいます。それでは、コードセルを使って計算を行ってみましょう。まずはコードセルを追加します。例えば、プリント10プラス5と書いて実行してみましょう。すると、このように結果が15と表示されます。セルにコードを入力する場合、例えば P と入力すると、AI が判断して、このようにプリントという言葉を自動的に表示してくれます。また、上に候補が一覧として表示されますので、この中から選んでも素早くコードを書くことができます。
今回は 3×8 の計算を行ってみましょう。掛け算はアスタリスクを使用します。実行すると、このように結果が24と表示されます。次は、複数の計算も行ってみましょう。今回は 100-20 アスタリスク4と記入します。実行すると、このように結果が20と表示されます。次に、メモの残し方、コメントについて説明します。プログラムが長くなってくると、このコードは何のために書いたんだっけと後から見返した時にわからなくなってしまうことがあります。そうならないために使うのが、コメントです。行の先頭にシャープ記号ハッシュタグをつけると、その行はプログラムとして実行されなくなります。自分自身や他の人がコードを読む時のための説明として活用しましょう。それでは、コメント機能を使ってみましょう。例えば、BMI を計算するコードです。ハッシュタグ体重 kg 割る身長 m× 身長 m というように、コメントで計算式の説明を加えることで、コードの意味が格段にわかりやすくなります。良いコメントは、未来の自分を助けてくれますので、書く習慣をつけましょう。それでは、コードの中でコメントを入れる方法について説明します。例えば、こちらのコードセルの頭にコメント欄を挿入したいと思います。まず、プリントの P の前に改行を入れます。そして、半角でハッシュタグ、あるいはシャープマークを入れます。すると、文字の色が緑色になってコメント記入であることを表示します。これ以降は、半角あるいは全角文字で入力することができます。このように、文字を入力すると、コメントである部分は緑色として表示され、プログラムの実行には、関わらない部分となり無視されます。次は、こちらのプログラムにもコメントを入れてみましょう。今回はコードの後にコメントを入れます。コメントを入れる場合、空白を書いてからハッシュタグを書くとき、全角でスペースを入れるとエラーとなりますので注意してください。必ず半角モードでスペースを入れるようにしましょう。このようにシャープを書いた後に、コメントを入れます。先ほどと同じように、コメント部分は緑色と表示され、実行には関係ない部分となります。ここからは、プログラミング学習で誰もが通る道、エラーについてです。プログラムの間違いをエラーと呼びますが、エラーは決して怖いものではありません。むしろ、間違いを教えてくれるヒントだと考えてください。初心者が最も陥りやすい間違いの第1位は、全角と半角の間違いです。プログラムは、すべて半角で書くのがルールです。見た目が似ているので気づきにくいですが、日本語入力をオフにして書く癖をつけましょう。よくある間違いの2つ目は、記号の間違いです。まず、コーテーションの付け忘れ。文字を表示したいのに、ダブルコーテーションで囲まないとエラーになります。これは文字ですよと伝えるために、必ずダブルコーテーションが必要です。もう一つは、カッコの閉じ忘れです。丸カッコは、開いたら必ず閉じる、ペアで使うのがルールです。よくある間違いの3つ目は、スペルミスです。コンピューターは、たとえ一文字でもスペルが違うと、命令を正しく理解してくれません。例えば、プリントと書くべきところを、プリムトと打ち間違えただけでも、エラーになってしまいます。もしエラーが出たら、まずは焦らずに、お手本と自分のコードをじっくりと見比べて、スペルミスがないかを確認してみましょう。エラーが発生すると、コンピューターはエラーメッセージを表示してヒントを教えてくれます。例えば、シンタックスエラーは、おかしな文字、多分全角が混じっていますよ、というメッセージです。また、ネームエラーは、プリムトなんて名前の命令は知りませんよ、という意味で、スペルミスが原因であることが多いです。このように、エラーメッセージをよく読めば、
原因がわかることが多いです。次は、エラーの修正方法について説明します。まず、コードを書いてみましょう。今回は半角ではなく、全角で書いた場合を修正してみます。これを実行すると、このようにエラー表示が出ます。エラー表示は英語で出ますので、わかりにくい表現となっています。そこで、あらかじめ Google 翻訳などのアプリを立ち上げておくと便利です。エラー表示部をコピーして、翻訳ソフトで日本語訳にしてみましょう。ここに貼り付けます。すると1行目、プリントこんにちは。翻訳構文エラー、無効な文字というような意味となっています。つまり、全角文字が入力されていることがわかります。また、便利なツールとしてエラーの説明ボタンがあります。ここを押してみましょう。すると、AI が分析してくれます。分析が完了すると、エラー部分が赤色に、修正候補が緑色で表示されます。また、下にはエラーの説明が英文で表示されます。先ほどと同じように、エラーの説明文をコピーして翻訳してみましょう。すると、このようにエラーの原因か、全角文字が使用されていることを指摘しています。エラーメッセージの下には、承認して実行、許可、キャンセルのボタンがあります。許可ボタンは、表示された修正候補に変換します。また承認して実行は、修正候補に変換した後、このプログラムを実行します。実行すると、このように、正しい文法で書かれたコードに変換され、結果が正しく表示されます。別のパターンで、もう一度実行してみましょう。今回はスペルミスの場合です。プリント文を書く場合に R を L と間違えた場合を見ていきましょう。実行すると、このようにエラーが表示されます。エラーは、Name print is not defined と表示されています。エラーの説明ボタンを押してみましょう。すると、先ほどと同じようにエラー部分が赤色に、修正候補が緑色で表示されます。それでは、承認して実行を押して修正します。すると、L が R に変換され、正しく実行されているのを確認することができます。それでは、本日の学習内容をまとめます。第一に、Python はリハビリの研究や臨床におけるデータ分析のための強力なツールです。第2に、Google コラボを使えば、誰でも無料で簡単に Python を始められます。第3に、プリントが文字や計算結果を表示するための基本的な命令であること、そして計算にはプラス、マイナス、アスタリスク、スラッシュを使うことを学びました。また、ハッシュタグを使ってコメントを残せること、そしてエラーの主な原因が全角、半角の間違い、記号の忘れ、スペルミスであることを理解しました。最後に、今日の復習として、少し練習問題をやってみましょう。コラボで新しいコードセルを開いて、自分の頭で考えてコードを書いてみてください。お題は3つです。1つ目は、自分の名前をローマ字で表示させてみましょう。2つ目は、500-120プラス80アスタリスク2の計算結果を表示させてみましょう。そして3つ目は、その計算式が何を表しているのか、例えば、ハッシュタグを小遣いの計算のように、コメントで説明を書いてみましょう。本日の講義は以上です。お疲れ様でした。